お疲れ様です。ゆちチャンネルです。レクサス関連のラジオ動画を気ままに配信してますので、よかったらですね、チャンネル登録お願いします。今回は以前の動画で RX350F スポーツの内外装を紹介させていただいたと思うんですが、今回はですね、その後試乗してみた感想なんかを、日常的に乗っている我が愛車 NX と比較してみてどうなのかっていうところを、NX オーナー目線でね、気づいたことをレビューしていこうかなと思います。皆さん実際のところこういう風に思ったことないですか？ RX と NX 走行性能の部分でどちらをね購入しようか悩んでいるですとか、350の F スポーツの乗り心地とか走行性能って他のねオーナーさんとかユーザーさんは実際どんな風に感じているのかなとか、 NX350H とはどんな違い感じ方があるんだろうとかですね。 RX って大きいイメージがあるけど運転大丈夫なのかなとか、今回の動画はですね、こういった思いを抱いている方にとっては少しは参考になるのではないかなと思います。僕は車のジャーナリストとかね、専門家でも何でもないです。というかね、車好きの一素人です。一般人です。なんですが、毎日ね、NX に乗っているからこそ RX との違いがですね、明確にわかる部分もあるかと思いますので、ぜひね、最後までご視聴いただきたいかなと思います。ぜひ最後までご覧ください。まず RX350 の走行性能についてなんですが、加速性能は申し分ないかなと思います。350のエンジンはですね、2.4 リッターターボとなってまして、システム出力が279馬力を発揮する高出力エンジンとなっています。車両総重量 2.2 トンにもなる RX なんですけど、日常の加速域、0から60キロ程度の範囲であれば、間違いなく不満なく加速していきます。またですね、キックダウンのスイッチもついてますので、ベタ踏み加速も試してみたんですが、加速力にね、不満は全くないです。もう普通に速いと思いますね。どのくらいのね、加速感かというと、シートに貼り付けになるほどではないけど、ぐんと体をね、シート後方に持っていかれるぐらいの加速フィールは感じることができます。ただですね、さすがに2トンを超える車両重量なんで、とんでもない加速感が味わえるかって言ったら、そうではないです。しかし、そこはね、さすがレクサス品質なので、加速フィールはね、品のある加速感といった感じですかね。日常的に使用して不満を感じる。例えば高速の合流、追い越しの際といった場面で不満に感じることはまずないかなと思います。しかしですね、普段僕はハイブリッドに乗っていますので、350に乗ってですね、すぐに感じた違和感がありました。で、それは何かっていうと、ズバリですね、変速ショックが結構気になるということです。NX350H はトランスミッションが無段階変速機となっています。一方 RX350 は電子制御式の8速オートマとなっているためですね、ギアの切り替わりが結構ね気になってしまうっていうことなんですよ。特に気になったのが1速から2速、2速から3速に切り替わる際が一番気になりました。明らかにですね、変速ショックを感じます。アクセルの踏み加減にもよると思うんですけど、体がね、ふんと揺れるくらいの変速ショックを感じます。妻も隣に同乗して試乗しましたので、お互いにね、変速ショック感じるよねっていう、お互いに感じた部分となります。個人的にはですね、この変速ショックがやっぱかなりね、気になったし、少しね、不快に感じてしまいました。巡航からフル加速する際にも一つ気になることがあります。それはアクセルペダルを踏んでから車両が加速に反応するまで微妙なラグがですね発生しているなと感じました。NX は巡航からベタ踏みしてもリニアに反応する感覚が得られるんですけど、この RX350 だとどうですかね、時間にすると、0.5秒ぐらいですかね。ほんとちょっとしたラグだと思うんですけど、やっぱ少しねラグが発生している感覚があります。多分なんですけど、そのモーター反応の違いなのか、無段階変速機と8速 AT のトランスミッションの違いなのか、なんかキックダウン特有のラグっていうんですかね、こうラバーバンドフィールっていうんですかね。ハイブリッドの方がよりね、リニアに感じたのは間違いないですね。
350の方が少しね、荒々しい印象があります。あとですね、アクセルを今度離した時の減速ショックですね。これも RX の方がしっかりと感じることができます。ですので、350はゆったり乗りたい方とか、ストップ&ゴーを繰り返す街乗りメインの仕様の方には向かないかなと思いますね。普段ですね、ハイブリッドに乗っている方にとっては、こういったね、変速ショックや減速、加速時のフィーリングとかですね、こういった部分が少しね、不快に感じてしまうかもしれないです。うちの妻はですね、この感じ長時間乗ってたらちょっと酔っちゃうかもって言ってね、ぼさっとつぶやいてましたので、その点はね、注意された方がいいかなと思います。続いてなんですが、静粛性についてです。ガソリン車として見たらめちゃめちゃ静かだと思います。エンジンのノイズですとか、ロードノイズ、この辺りもよく抑え込まれていると思います。普通に NX と比較しても遜色ないぐらい静かだと思いました。アイドリングの振動もですね、ほとんど気にならないくらいです。350の F スポーツ、静粛性はもう全然高いと思います。もちろんですね、ベタ踏みしてしまうとエンジン音うなりますので、そういったうなるエンジン音も車内に入ってきますが、そこまでね、大きなノイズではないですね。で、カタログの方を見てみると、350の F スポーツはアクティブノイズコントロールがついていますので、それがね、ある程度寄与しているかもしれないです。で、RX の 350H だと、中速域はもしかしたらもっと静かに感じるかもしれないですね。こちらはまた今度ね、お店に行った時に RX の 350H 試乗の方を予定してますので、そちらをね、乗ってまた比べてみたいかなと思います。また乗り心地の部分なんですが、これがね、意外と良かったんですよ。F スポーツだし、タイヤサイズもね、21インチという大型のタイヤをね、装着しているから、多少のね、やっぱゴツゴツ感とか、覚悟して乗ったんですけど、全然そんなことなかったですね。むしろね、僕は今乗ってる NX350H よりも乗り心地これいいんじゃないかな。結構いいやん350の F スポーツって感じたぐらいです。で、思ったよりね、突き上げる感じとかは全然ないですし、車両がね、バタバタ跳ねる感じも全然ないです。やっぱりこの辺はね、車重の重さがね、効いてきてるんじゃないかなと思います。で、メカニカルな部分はね、僕は一般のね、車好きの素人ですので、よくわからないですけど、350の乗り心地めっちゃいいです。これならね、街乗りで乗っても、乗り心地の部分に関しては不満はないですね。そして運転のしやすさなんですけど、普段ね、NX を乗っている僕からすると、もうね、めちゃめちゃ運転しやすかったです。確かに車格は一回り大きくなってるんですけど、運転してみた感じね、そこまでね、車体の大きさは感じなかったんですよ。個人的には大型のミニバンよりも運転しやすい印象です。試乗してね、10分後ぐらいにはもう慣れてましたね、車両の感覚に。で、普段ね、NX クラスの車を乗っている方であれば、女性でも全然運転できると思いますね。で、最小回転半径も NX は5.8メートル、RX は5.9メートルと、ほとんど変わらないんですよね。で、全長の方は RX の方が23センチ長く、全幅は5.5センチ RX が大きいです。全高は4.5センチ大きいわけなんですけど、運転してみるとですね、そこまでね、数値的な差を感じるほどではないかなと思います。そしてですね、やはり RX といえば、室内空間の広さです。これはね、運転席に座っていても感じるぐらいゆとりがあるなと思いました。NX と比較するとですね、足回りにもゆとりがあります。後席に至ってはですね、NX とは比べ物にならないぐらいゆとりがありました。後席を頻繁に使用する方ですとか、ミニバンのような広い室内空間を望む方は、NX よりかは RX を購入された方がいいかなと思います。ちなみになんですが、この時ね、燃費を見てみたんですけど、その時ね、リッター 7.1 となってました。試乗車ですので、この数字は仕方ないかなと思うんですが、それでもね、RX の燃費のカタログ値はリッター11ぐらいでしたので、基本はリッター8から9出れば御の字かなといったところだと思います。お世辞にもね、燃費は良くないかなと思いますね。ガソリン車なんでね。それでは最後に RX350 を購入しても後悔しない8つのポイントについてお伝えしとこうかなと思います。まず1つ目。
レクサス車に乗ると決めている。2つ目、普段からガソリン車、ディーゼル車に乗っている。3つ目、圧倒的な加速感が欲しい。4つ目、日頃から4名乗車する機会がある。5つ目、燃費は気にしない。6つ目、エンジン音はそこまで気にならない。7つ目、大きな SUV に乗りたい。8つ目、RX のスタイルが最高に刺さっている。以上の8つすべてに当てはまる方は、今すぐ販売店で契約してもらって OK です。絶対にね、後悔しない買い物となること間違いないと思います。しかしですね、以上の点すべてに該当しない方、購入する前に今一度よく考えた方がいいかもしれないですね。場合によってはですね、グレードとか車種そのものを見直した方がいい可能性もあります。そもそもですね、他の車メーカー、自動車メーカーを検討された方がいい場合もあるかと思います。僕個人としてはやはり NX の方がキビキビ走るみたいな爽快感的なものを感じましたし、 RX は車格車重も大きいですので、出足とかハンドリングにおいてもちょっとねもさっとした印象があるというか、この点はねやっぱ NX の350のターボと比較すると NX の方に軍配が上がってしまうのかなと思いますね。ということで今回は RX350 を NX オーナー目線でインプレッションさせていただきました。いかがでしたでしょうか？僕は普段ですね NX350H バージョン L に乗っているんですけど、ハイブリッドとねガソリン車格についてもそもそもね比較するべきじゃないとかね、そういった声もあるかと思いますが、今後ね RX の 350H の試乗も予定してますので、またねその時乗り比べた際に違いなんかをねお伝えできたらいいかなと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルはですね、レクサス関連ですとか、NX オーナー目線での動画を日々発信しております。ぜひチャンネル登録して応援してもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。明日もお仕事を頑張りましょうね。ではでは、さようなら。